皆さんこんにちは。いよいよ日本がですね、規制緩和に向けて動き出します。外務省緩和に向けて突き進んでください。ということでですね、本日はですね、観光客として海外渡航ができるのね、一体いつになるんだという話なんですよ。結論としてはね、外務省トップの茂木大臣、日本政府がですね、どのような舵取りをしていくのかが、これがね、全てになってくるんじゃないかなといったところなんですが、それでね、終わっても仕方ありませんから、今日はですね、世界のコロナ感染の最新情報っていうのを把握した上でですね、この日本政府の考え方っていうのをね、読み解きながら最新の予測結果を皆さんにお伝えしたいなと思っております。で、まずですね、世界の感染状況なんですけども、観光客のね、受け入れ表明する国っていうのが出てきたわけなんですね。先日お伝えしたギリシャであったりだとか、モルディブなんかがね、7月以降で、受け入れをね、表明されるようなんですね。で、このモルディブに関してはですね、この緩和の背景に関して、今後のね、動画で皆さんにご報告させてもらえればなと思っておりますので、こちらお楽しみにされてください。もしかしたら今年のハネムーン諦めるのまだ早いかもしれませんよ。ということでですね、パスポート入国が可能な国っていうのもありましてですね、こちらアメリカ、ハワイを含んで、入国ができるということなんですが、ただね、パスポートで入国できたとしても、日本に帰国する際にですね、水際対策で2週間のね、自宅隔離が必要になりますんで、普通に考えたらね、渡航現実的じゃないっていう風な方がほとんどなんじゃないかなといったところなんですね。ということで、茂木外務大臣のですね、動きとして、6月の1日にはベトナム、4日にニュージーランド、5日にオーストラリアのそれぞれね、各国外相と電話で緩和に向けて協議をされたということが報道されているわけなんですね。で、ひとまずは TPP 環太平洋パートナーシップ協定の枠組みの中で緩和策っていうのを優先的に考えられていくっていうふうに見ていいんじゃないかというふうに思っています。で、このね、TPP 入りを検討されているタイに関しても近くね、協議する模様だということが報じられているわけなんですね。では、これらのですね、国が果たしてコロナ感染状況、落ち着きを見せているのかということを数字で確認していきたいと思います。で、現在のですね、TPP 加入国11カ国あるわけなんですね。これらの国の感染状況、ちょっとこちらに整理をしてみました。こちらですね、人口100万人あたりの感染者数の数なんですね。外務省がですね、緩和を検討し始めているこの4国、色をつけましたけども、確かに感染者数は低そうですよね。で、こちらですね、新規感染者のグラフも引っ張ってきてみました。最近は落ち着いてきているというふうに見ていいんじゃないでしょうか。で、反対にですね、感染者多い国っていうのも念のためですね、チェックをしてみましょう。例えばシンガポールとかね、チリとかにあたりますけど、最近のね、感染者数の増え方を見ますと、まだね、落ち着いているっていうふうには言えないんじゃないかなというふうに思います。で、この他ですね、TPP にはいないんですけど、経済的なつながりが強くてですね、政治的にも無視できないであろう国に関して、もですね、感染状況っていうのを確認してみたいなと思います。日本の輸出貿易額トップ10入りをしている国々ということで、TPP 非加入国をですね、抜粋したものというのがこちらになってるんですね。しっかり、アメリカ、中国がランクインしているということなんですが、アメリカを除いてですね、ほとんどの国に関してはコロナ感染落ち着いているというふうに見ていいんじゃないでしょうか。で、これ新規感染者のねグラフを見ても一目瞭然なんですが、アメリカはねまだまだきついですよね。で、こんな中なんですけど、仮にですよ皆さん、アメリカが一気に緩和に踏み切ったとしたらどうなりますでしょうかね。日本政府がどういう姿勢に出るのかっていうのは気になりますよね。
ということで、その日本政府のですね、考え方に関して考察をしていきたいんですけど、おそらくですね、この動画を見てくださっている方というのは、日本のパスポートで出国をして渡航を終えた後にですね、その帰国をする際に2週間のね、自主隔離措置をいつになったら取らなくてよくなるのか、この一点に尽きるんじゃないかなと思います。で、先ほどですね、述べさせてもらった通りなんですが、茂木外務大臣がですね、各国と入国規制の緩和を検討し始めたわけなんですね。で、これに合わせて日本の帰国に伴う水際対策に関しても緩和されるんではないかというふうに推測をしています。で、これなんでそういうふうに推測されるのかっていう話なんですけど、今現在敷かれているですね、水際対策、すなわち2週間の自主隔離措置が誰を対象にしているものなのか、ここをね、理解してみるとよくわかるんじゃないかと思います。で、これについては厚生労働省がですね、きちんと公表をしているわけなんですね。こちらなんですが、国籍を問わず対象になるということで、まあ、そりゃそうですよね。日本にね、入国するのが日本人なのか、他の国籍の方なのかで、コロナにね、感染しやすいのかどうかっていうのは、関係ないですからね。まあその科学的根拠もありませんので、一律ですね、同じ感染症対策を求めていくというのが、まあ、政府の考え方としてね、そういう方針になろうかと、なるのが自然なんじゃないかと、考えていいんじゃないかと思います。で、少しですね、視点を変えまして、ここ最近ですね、6月9日なんですが、フジテレビの特ダネで、キャスターのね、小倉さんと国際政治学者の三浦瑠麗さんが、この入国制限緩和のね、順序に関しての会話をされていましたので、そちらね、ちょっと抜粋して皆さんにご紹介をしたいと思います。まずですね、小倉さんが話されたことがこれなんですね。海外旅行できない日本人は今こそ国内旅行をすればいいということなんですが、まあそれはいいとしてですね、三浦瑠麗さんそれに対してこう答えられています。当座はそれしかないが、緩和を政治で決めない方がいいと。中国だとか韓国は政治的な衝突も多いんだけども、感染は抑え込めている。アメリカ、ヨーロッパですね、日本独自の関係を築いている国を優先するんではなくて、方針をね、きちんと話し合っていくことが重要なんですよと。経済回復戦争、同盟国との関係、中国、韓国に対する国内世論などに影響されすぎてしまうと、生活にね、困窮される方っていうのが増えるんじゃなかろうかということをおっしゃられてたわけです。で、小倉さんの発言はまあさておきなんですけど、このね、三浦瑠麗さんの発言に対しては、まあなんとなくね、参考になりそうな雰囲気っていうのは、まああるんじゃないかなというふうに、見受けられました。でですね、茂木外務大臣がですね、6月10日の衆議院予算委員会で、このコロナウイルスのね、水際対策として行っている外国人の入国規制に関して、発言をされていたんですね。こういう発言なわけです。ベトナムであったり、感染が収まっている国からスタートしたいと。その中に中国は念頭にない。というふうにおっしゃられてるんですね。で、それに付け加える形になるんですが、ベトナム、ニュージーランドはもう数十日も感染者数がゼロという状態だと。という一方でですね、中国についてこう加えてるんです。新規の感染者は減っているけども、全体の感染者数は8万人を超えるっていうふうに説明されてるわけなんですね。で、この報道はですね、産経が報じているものなんですが、私自身ですね、衆議院予算委員会すべて聞いたわけではないので、もしかしたらですね、その産経の切り取り報道なのかもしれないんですけど、一応ですね、私がこの発言から感じたことっていうのをここで述べさせてもらえればと思います。で、この8万人っていう数字を用いてですね、入国制限解除しないっていう判断をし続けていくっていうことは事実上不可能なんじゃないかなというふうに見させてもらっています。累計で8万人いるよねっていうことになるんですけど、この数字はですね、変えられない数字なんですよ。過去をね、変えることはできないっていうことなんですけど、これね、あくまでもですね、今現在感染していて治療をされている人の数と、あとは新規に増えている新規感染者の方ですね、これらをウォッチしていく必要があるってことはもうね、これは皆さんも、お気づきのことだと思うんですが、その数字のですね、信憑性、すなわち検査数が十分こなされているかどうかであったりですとか、
検査をしている医療機関、集計をしている行政機関の信頼性ですね。そこに踏み込んで考慮していくってことが正しい判断に必要なことなんではないかなというふうに感じました。アメリカですとか中国だとか政治的経済的に結びつきが強い国々に対してですね、冷静に分析をして判断をしていくってことは、これはね、ちょっと大変なことなのかもしれないですね。なんでね、日本政府の皆様には、ぜひですね、頑張ってもらいたいなという思いを込めまして、私の感想を述べさせていただきました。まとめなんですけども、入国制限緩和の第一ステップ、これの結果をですね、見ていくことっていうのが重要なんじゃないかなと。出国、入国手続きがどのように整っていくのか、これらの国々っていうのをですね、対象に注目していくっていうのが重要だよというのが本日改めての結論となるわけなんですね。観光産業を優先する国々の動向、ギリシャだとかモルディブとかですね、あとは TPP 参加をしている低感染国、経済的結びつきが強いアメリカとかね、中国とかっていうような国々に関してなんですが、これらに関してはですね、ほぼ高い確率で年内にね、ビジネス渡航に関してはもう解禁されていくでしょうね。で、その他のケースにはなるんですが、帰国後の14日間の自主隔離措置を問題なくこなせる方に関しては、すなわちね、早期リタイアされた方であったり、フリーランスで働く場所を選ばないっていう方に関しては、おそらくね、来月から海外渡航のね、バリエーションっていうのは増えていくことが予想されるんですよね。で、それでね、肝心な私みたいな一般の観光客なんですけど、まだね、ちょっと待つ必要があるんじゃないかなといったところですよね。なんで段階的緩和がスムーズにですね、進んだとして、10月に見込まれる観光客向けの緩和が9月に前倒されて対応されるとかね、そういうことあるのかもしれないですけど、7月、8月っていうのはちょっと早すぎるような気がしますよね。皆さんはどう思われますでしょうか。で、私がですね、個人的に注目したい国ということで、フィリピンのね、話を今日できなかったのがちょっと残念なところであるんですけど、このフィリピンに関しても経済的な結びつきは大きいと思ってますし、個人的にですね、渡航したい国、会いたい人がいる国ということで、まずはですね、感染の落ち着きを見ながら、フィリピン国内経済っていうのがどういうふうにね、回復基調に乗っていくのかっていうのを今後ね、継続して見させてもらえればと思っております。ではね、おなじみフィリピン大統領のドゥテルテさんにエールを送りまして、本動画の締めくくりとさせていただければと思います。パングロンドゥテルテ、スポタハンキタ。さよなら。